それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマはあの人のお気持ちです。ではリーディングを行っていきます。今回もオラクルカードについては事前に出しています。タロットカードを出して展開していきます。はい、では、カードが出揃いましたので、オラクルカードも広げていきながら見ていこうと思います。このオラクルカードからはあなたの本質的な部分といいますか、内面の部分も共に出していますので見ていきます。それがこちらのカードですね。ブレッシングオブラブのオラクルカード。これが警戒するっていうカード。こちらがあなたのところの本質、本音、内面として出しているところの1枚です。で、その他にもカードを出していますが、こちらはアドバイスカードで後で見ていこうと思っています。で、まずこの警戒するっていうのが出ているので、あなたが今現在の好きなお相手に対してお気持ちが見えないとか、不安な気持ちが募っていたりとか、これって本当に進んでいって大丈夫なのかなっていうような、そんなお気持ちが強くなっていること、そしてプラスコミュニケーションっていうところで、どうコミュニケーションしていったらいいんだろうとか、そういうところで悩まれている方が多いんじゃないかなっていうふうに思いました。そして自分自身の気持ちに整理がついていなかったりとか、混乱していたりとか、どうまとめていったらいいんだろうとか、そこに今焦点が当たっているような気がします。お相手の気持ちがわからないだけではなくて、自分が相手に対してどう振る舞っていけばいいんだろうとか、どんな態度を示していけばいいんだろうとか、不安、迷いっていうのが今ちょっと生じているのかなっていうふうには感じます。うまくいかないからモチベ下がっちゃったとか、あとはどう進めていけばいいかわからないからアタックしづらいとか、停滞しているとか、足踏みしているような状態かもしれません。まずコミュニケーションっていうのがテーマになっていますね。好きな人に対してどう表現するのか、表現しづらくて心が苦しいとか、お相手の気持ちが知りたいけどうまく聞き出せないとか、アピールできないとか、でそうしているうちに分からなくなってしまって、自分で心を閉ざしてしまってて、もういいやっていうふうに諦めかけているような、そんな方もいるかもしれないですね。そしてこのカードから感じたのが、あなたが目指しているゴールってどこなんだろうっていうのが伝わってくるんです。どうしたいんだろうとか、今この目の前の壁っていうところに対してものすごく大きな不安があると、迷いとか不安とか葛藤があって、それで今目がいっぱいになってしまっている、目の前がいっぱいになってしまっていて、じゃあそれから先どうしていこうかとか、自分がどうしたいんだっけっていうところに一回立ち戻って、本当の自分の願いとかどうしたいっていうところをもう一度尋ねてみてっていう風にカードからのメッセージとして入っているんですね。ただ進んでいけばいいっていうものではないよなっていう風にあなたの中で感じているところがある。だからこそ、じゃあどうするっていうところにもう一度立ち戻ってみたりとかで、時々休んでもいいんだよっていう風にもカードが伝えてきてくれていますし、休むことをためらわないでっていうようなメッセージが入っているんですね。あなたの中ではこうしなきゃいけないとか、頑張らなきゃいけないとか、相手に対してアプローチしなきゃいけないとか、〇〇しなきゃいけない、または逆にアプローチしちゃいけないとか、どこか自分の中で制限かけてしまっているような気がするんですよね。それが少し今強くなってるのかなっていうふうに思いました。考えることすごく大切だし、お相手のことを尊重するっていうことなので、それはとても大事なんですが、考えすぎてしまっていて、今少し自分のことをうまくアピールできていないような、そこに対して自分で蓋をしてしまっているような気がするので、そこに対してはあまり切羽詰まって考えなくてもいいし、または閉じ込めすぎなくてもいいって、もう少し緩んでいけるように、たまに休んでいってもいいんじゃないかっていうような、そんなメッセージが入ってきていました。そして好きなお相手との関係っていうところについても、デビルのカードが入っているので、これはいわゆる誘惑だったりとか、あとは中には曖昧な関係とかかもしれないですね。肉体関係があるんだけど、はっきりとした正式な交際っていうところに関しては疑問点が出ていたりとか、そういう方もいるかもしれません。
一方でずるずると続いていたりとか曖昧とかね、そういうことを表しているので、お相手との間に決着のつかないような感覚っていうのを持たれてるんじゃないかなと思うんですね。今のは一例であって、それが全てではないんですが、まず曖昧っていうのが入ってきます。どうしようとか方向性が見えないとか、お互いの間で認識が違っていたりとか、あとはつながれているような感じですよね。自分を閉じ込めてしまっているのかもしれないし、相手とのコミュニケーションにおいて葛藤していたりとかっていうのが見えてるかなと思いました。本当にこれでいいんだろうかとか、安心できるものっていうのをあなたは求めているんですが、それをこのお相手は私に与えてくれるんだろうかとか、そういうところなんじゃないかなと思ったんですね。この人と一緒にいて果たして私は安心できるのかとか、心から癒されるのかとかっていうところなのかなと。逆に不安やストレスを感じているのか、何かはっきりとわからないような状態にいるような気がしました。そしてあなた自身が現実的に一歩踏み出そうとか、例えばアプローチとかアタックしようって思ったとしても、やはり心の中の恐れや不安っていうところから踏み出せないような、同じ場所にずっととどまっているような気がしますね、これを見ていると。そして焦りばかりが生まれてしまっているようにも感じるんですね。なんとかしたいけどなんともできないとか、そういうことも感じます。でそうなっていくとどうなっていくかっていうと、自分自身の心がだんだんと硬くなっていってしまうんですよね。それは意志が硬いとはまた別の意味の硬さです。ガチガチに固まってしまっていて、柔らかさ、柔軟性っていうのがだんだんと固まってしまっている、凝ってしまっている、体が凝ってるよねって、そういうような状態になっているんじゃないかなと思うんですね。だんだんと凝りが固まっていくと、相手に対して素直に感謝の気持ちとか愛情を伝えることが難しいっていうふうにご自身の中で感じてしまいやすくなってしまうんですね。そして疲れとかストレスとかを感じやすくなってしまっているような状態なんじゃないかなとも思ったんです。それはですね、こちらのオラクルカードでも出てきているんですが、こちらのカードもね、今、出していきましょう。このキャベツっていうラッキーフードなんですが、このカードが出ていて、ここに、陰陽五行のエネルギーだったりチャクラのカラーが描かれているんですが、この緑っていうのがまずハートチャクラを表してるんですね。心が閉ざされているような状態とか、今心オープンでいられないとか、相手に対してコミュニケーションがスムーズに取れていないとか、孤独感を感じているっていうような、そういうところなんじゃないかなっていうのが、このあたりのカードと組み合わせて思ったことです。なのであなた自身が今心に対してストレッチというかアプローチをかけていく必要があるんじゃないかなっていうふうに感じたことです。なのでまずこのカードで言えば、このかっていうところがグレーになってるんですが、色がついていないんですね。ここの部分が今弱まっているよっていうふうに、このカードからのメッセージが入ってるんですね。このかのエネルギーが弱まっているとどうなるのかっていうと、喜びや活力ですよね。情熱を感じる力が今弱まっているよっていうことなんです。何事に対しても消極的になりがち。そしてこの緑、第4チャクラ、ハートチャクラが弱まることによって、自分自身を受け入れがたい、自分このままじゃダメなんじゃないとか、あとはもっと頑張んなきゃいけないんじゃないかとか、ダメ出しが多くなっていってしまうんですね。そしてお相手の気持ちが見えないとか、感じづらいとか、優しくしてもらってるんだけどそのまま受け取れないとかね、何かそこには裏があるんじゃないかっていうふうに疑問を抱いてしまったりしまいがちになってしまう、そういう傾向になってしまうので、まずそこをほぐしていく必要があるよねっていうふうにカードからのメッセージで入ってきています。だからこそここで孤独感を感じやすいっていうハーミットのカードが出てる。自分の心の中では一人ぼっち、孤独感っていうところで、本当は話し合い、コミュニケーションを交わしたりとか、一緒にデートしたりとか、楽しいことしたいんだけど、形になるようなこと、約束デートとかしたいんだけど、それがなかなかうまくいかないから、そうですね、孤独感っていうところを感じてるのかなというふうに思いました。じゃあお相手はどうなのかっていうところで、今度はこのお相手側の方をフォーカスを当てて見ていこうと思います。お相手側はこの2枚で表しているんですが、マジシャンとカップの5番なんですね。で、お相手の心の中っていうのはがっかりしてるっていうのが正直なところで入ってるんです。じゃあ何にがっかりしてるのかって言ったら、
描いていたことがあったと、自分の中で。だけどそれが現実にならないとか、正式なものになっていかない、形として何か現れるものがないっていうことで、お相手ががっかりしてるっていうのが入ってるんですね。そしてこのペンタクル5番っていうのが、今現在のお二人の課題点、ポイントを押さえておきたいところで入ってきていて、このペンタクル5番っていうのが物質的な豊かさに対する不安だったり葛藤だったり、欠乏感ですよね。ないよねっていうところ、何がないのか、何か安定させたいものに対して、それ求めているものに対して結果が見合わなかったりとか、これはもう物質的なとか形になるものなので、そこに対しての足りなさっていうのをお互い感じてる、あとは曖昧になってるっていうのが出てきてるのかなと思うんですね。本当に目を向けなきゃいけないところを目をそらしてきたんじゃないか、お互いがっていうところが入ってきてる。あとは変化にうまく乗っていけないとか、何かあった時にはもろく崩れ去ってしまうようなものなんじゃないかっていうのをお互い感じていたりとか、実際そうなわけではないかもしれないんだけれども、そういうふうに感じてしまっていて、お互い今一歩踏み出していけないようなところがある。そしてお相手が何を望んでいるのかっていうのも見ていきましょう。で、お相手、そしてここマジシャンのカードも入っているので、何か新しく始めていきたいとか、スタートさせたいとか、自分から行動を起こしていきたい、まずコミュニケーションですよね。あなたとのことに関しては会話をしたい、コミュニケーションを交わしたいんだけど、それがなかなか自分の思ったようにいかないっていうようなことで感じてるんじゃないかなとも思うんです。またこれからやっていくんだと、コミュニケーションしていきたいと思ってるんだと、心の中が満足じゃないから、自分の心を満たすためにも自分から行動を動かしていきたい、アタックしていきたいという気持ちが高まっているような状態。そして曖昧な感じ、どっちつかずなところっていうことに関しても答えが出ていくんじゃないかなっていうような近未来がこちらに出ています。ここが近未来やアドバイスを表しているカードです。お相手も心の中でやっぱりがっかりしたりとか、あれこんなはずじゃなかったのになっていうところが出ているので、じゃあそういう気持ちから盛り返すために自分でコミュニケーションやっていこうっていうふうに思っている段階なのかもしれないし、やってみたけどうまくいかないとか、このコミュニケーションに関することで今ちょっと気持ち的に落ち込んでいるんじゃないかなっていうふうに読めますのね。そしてじゃあ近未来どうなっていくのっていう、まずお相手の動きとしては節制のカードが出ているので、これはとてもいいですね。仲良くしたいっていうのがまず一番の素直な、ところで入っているんじゃないかなと思うんです。そのために自分がやっぱり動いていくっていうのが入っているし、どちらかというと激しくアプローチしていくというよりは、ゆっくりと優しく落ち着いたような感じで会話を弾ませていきたいとか、穏やかに時間を過ごせたらいいなとかね、そういうのがお相手の中の気持ちを安定させたいとか、今落ち込んでいる気持ちを盛り返してワクワクとか楽しくとか、そっち方面じゃなくて、どちらかというと穏やかとか、あなたと一緒にいることによって気持ちを満たしていきたいとか、そういうところがあるんじゃないかなと思うんです。で、課題点としてはやっぱりこのペンタクル5番なので、肉体的なことや物質面においての不安な材料、要素っていうのがあるんじゃないかと思うんですね。で、ここに取り組みはするんですが、すぐには解決しないんじゃないかっていう見通しがお相手の中であるんですね。で、まず物質的な何か不安なものを解決させるというよりは、まずはこのご自身のお気持ちだったり、あなたの気持ちっていうところを満たすことっていうのをまず一番にお相手は考えていかれると思います。で、お互いの気持ちが安定したら、じゃあ次本当に目を向けなければいけないところに目を向けていこう、取り組んでいこうっていうような流れになっていきます。2人で協力してやっていくっていう風な気持ちがもう現れているので、今うまくいっていないとか曖昧とかどうなるんだろうっていうことに関しては、自然とそのお相手の導きによって流れがうまい感じに流れていくのでっていう風にカードからのメッセージで入っています。アドバイスカードはカップの9が入ってるんですね。なので不安なこと今いっぱいあるかもしれないけど大丈夫よって、身を任せてみてって。そしてあなた自身も今心のケアが必要なので、まず自分自身の心のケアをして、そしてお相手とこれから良い感じになっていった時にお互いの心を満たし合えるようなコミュニケーションを交わしていくといいんじゃないかっていう段取りが入ってきていました。じゃあお相手ともっともっと仲を深めるためにどうしていったらいいんだろうっていう風なメッセージもオラクルカードから見ていきましょう。そしてデートのカードもね入ってきていますので、お相手からのお誘いがありそうなんです。
はい、マジシャンも入っていますから、そのデートっていう風に完全なる形としてお誘いが入ってくるかもしれないし、中にはその連絡が来るとか、待っていた返信がやってくるお相手からのアクションなので、それがその人によって形が変わるかもしれないんですが、何かしらのアクションがお相手から来るよっていう風に入ってきています。そしてそれはあなたの気持ちがとても満たされるような嬉しいことなんだっていうことなので、その時にぜひそのお相手のお気持ち、お声掛けとか、連絡とか、その嬉しいっていう風に取っていただけるといいんじゃないかなっていう風に思いました。またそうしてくれた方がお相手も喜ぶよっていう風に入ってきています。そしてルビーのカードですね、そのままでいてっていうカードも入ってきていますので、まずこの近未来嬉しいこと、お相手からのアクションがあるので、まずそこに期待しましょうっていうことと、あとラッキーナンバーは4です。4という数字をラッキーナンバーとして、捉えてください。ラッキーフードはキャベツです。キャベツを使ったお料理食べてください。そしてお相手との仲を深めるためのコツなんですが、焦らずじっくりと進んでいきましょうっていうのがメッセージとして入っています。何かスピーディーに始めていかなければいけないとか、物事を急激に変えていかなきゃいけないとか、その速さっていうところに意識を向けずに、じっくりと時間をかけてお付き合いしていこうっていうところに焦点を当てていくと、とても良い関係になっていくんじゃないかなっていうメッセージです。焦って距離を詰めすぎてしまうと、大切な部分を見落としがちになってしまいます。まずはお相手の価値観や行動、どんな風に動いてくるのかなっていうところをじっくりと見て、それからお互いゆっくりと少しずつ信頼関係を築いていくようにコミュニケーションを交わしていかれるといいのではないかと思いました。ゆっくりと関係性を進めていかれてください。でもしかしたら足元をよく見ると、そこに宝物やヒントが眠っていたなんてようなこともあるかもしれない。実は自分が深く考えすぎていただけで、心を落ち着けてゆっくりと考えてみたら、意外と身近なところにヒントがあったとか、あとはお友達とか周りの人を頼ることによって解決策が見つかるかもしれないので、一人で抱え込みすぎないでねっていう、そういうメッセージも入ってきていましたね。そしてルビーからのメッセージです。ルビーのキーワードは揺るがない信念です。あなたは自分のビジョン、理想や信念をしっかりと持っている方なんですね。その強さゆえに時には疲れることもあるかもしれません。そんな時は自分一人で頑張りすぎずに、周りの方に応援を求めたりとか、少し頼ったりとかしてみてください。弱音を聞いてもらうというのは決して悪いことではありません。あなたを支えてくれる仲間はすぐ近くにいます。そして何よりも大切なのは、あなたがあなたのままでいてくれるということ。心をオープンにして自分らしさを大切にしてください。やはりそのまま自分らしさでいることっていうのがメッセージで入っています。心をオープンでいることですね。そしてキャベツ、こちらのカードからのメッセージも入ってきています。まず第4チャクラを高めるためのエクササイズをしていきましょう。まず運動としては胸を開くポーズです。思い切り体を伸ばして腕を広げて胸を開くようなイメージで朝日を浴びてみて、体をって伸ばしてみたりとかっていうのがおすすめですね。胸を開く。あとは感謝をするために日記をつけてみる。毎日一言日記みたいな感じでもいいので、今日あったことに対して自分が嬉しかったこととか感謝すること、少しなこと、小さなことでもいいので一日一つ見つけてみるとか、または日記をつけるのが少し億劫だなっていう方は、例えば入浴中とか洗顔中とか、その何かのタイミングで一日ふと振り返る時間を持ってみるっていうのもおすすめです。ラッキーカラーはこのグリーンとか、またはこのルビーの色です。このカードの色は紫がかってはいるんですが、ルビーときてピンと思い浮かぶような色で構いません。その色を取り入れてみてください。またはグリーンなので植物、緑を飾ってみるっていうのもおすすめです。自然と触れたりとかっていうのもおすすめです。そしてあとはこの5行節の火のエネルギーを高めるエクササイズもご紹介します。体を動かすことです。活力を取り戻しましょうっていうことで、単純にダンスをしたりとかウォーキングしたりとかすることによってエネルギーを活性化させていきましょう。あとは太陽の光を浴びることです。日光浴をしながらゆっくりと深呼吸をすることで、前向きなポジティブなエネルギーが体に流れ込んでいきます。ぜひこちらも意識してみてください。
そしてこのキャベツからのメッセージです。優しさを大切にしてくださいっていうメッセージです。自分自身またはこの自分の気持ちを出していこうとかアプローチしていこうっていうこと、何かのこの意識に対して疲れすぎてしまった時、考え込みすぎてしまったとか、うまくいかないとか、そう自分の心が疲れたなっていうふうに思う時は、そっと自分のことを包み込むように休息をとってください。このキャベツのように何枚もの葉に包まれるようなイメージを持って、自分の心を優しく包んで守ってあげましょう。他の人だけではなく、自分に対しても優しさを持っていくことによって心が軽くなります。そして何よりも自分自身を大切にすること、そうするとあなたの心の中の情熱や優しさが素敵な未来を作っていくと思います。はい、ということで、近未来嬉しいことがありますから、今すごく苦しいなとか、心がね凝り固まっているような、そんな感じがしたので、まずはそこをほぐしてあげて、これから来る嬉しい展開っていうのを待ってみてください。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらはカイマナヒラというカードです。自己表現、限界をさらに超えていって、自分自身より生きやすい未来を選んでいきましょうっていうカードからのメッセージです。あなたには宝石のように輝きを秘めたあなたらしさがあります。それは誰にも真似できない唯一無二の原石です。こちらのルビーもね、同じようなことを伝えてくれていますね。日々の生活の中で他人と自分を比べてしまうことがあるかもしれません。でもあなたらしさという光は誰にもジャッジされるものではないんです。その光をもっと自由にのびのびと表現してみてはいかがでしょうかと、このカードは伝えています。周りの評価を気にしすぎる必要はありません。少しずつあなたのペースで自分の魅力を磨き続けていけばいいのです。そのうちあなたらしい輝きを認め応援してくれる人が現れます。未来のあなたがダイヤモンドヘッド、このカードの絵柄を見てみてください。広がるコバルトブルーの海、白いプルメリアの花の香り、その時あなたの心にはどんな色の感情が広がっていくでしょうか。あなたがあなたらしく生きるということは、周りの人を笑顔にし、希望や勇気を届ける力になっていきます。だからこそ自分自身を信じましょう。そして自分の光を愛してください。あなたが心から輝ける未来が訪れますように応援しています。今回は好きなお相手のお気持ちということで、今現在お二人が抱えていること、問題や状況、そしてお相手の本心っていうところを見ていった後に、近未来の流れを見ていきました。1番さんはお相手の動きがありそうですし、近未来嬉しいことも訪れそうです。でその未来をより良いものにしていくためのアドバイスっていうのもカードからいただいていきましたので、ぜひそれを実践してみてください。これからも様々なテーマを取り上げていってリーディング動画投稿していきますので、よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは好きなお相手、あの人のお気持ちというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。そしてもう事前にこちらオラクルカードやラッキーナンバーやラッキーフードなども引かせていただいています。そしてタロットカードを展開していって見ていこうと思います。はい、それではタロットカードを展開していきましたので、オラクルカードも合わせながら見ていこうと思います。はい、そうですね。何か迷われている方っていうのは、お二人の間で迷っていることがある方とか、まだ決まっていないこととかがある方っていうのは、何か一つの大きな結果とか
道筋が見えてくるっていうのが今パッと入ってくる印象っていうことと、迷っているわけではないんだけど、そろそろ次へとか決めた方がいいんじゃないかとか、お知らせした方がいいんじゃないか、伝えた方がいいんじゃないかなとか、そういうことが入ってくるんですね。決して今のお互いの関係性っていうのは悪いものではないし、お互い楽しい時間を過ごしているとか、一緒にいるとやっぱり温かいなとか、心地よいなとか、そういう気持ちをお互い持っている。お相手からの優しさっていうのも受け取っているし、あなたの愛情っていうのもお相手に届いているし、とても和やかな雰囲気っていうのが伝わってくるんですが、一方で、これは当てはまる方とか当てはまらない方とかケースが変わってくると思うんですが、その楽しい時間は過ごしてるんだけど、それが、また違う形になっていくとか、本当に目を向けなければいけないことを取り組み始めるとか、あとは未来に向けて具体的に進んでいくとか、一本道筋が立っていくような、そういうような近未来っていうのが入ってきます。詳しく見ていきましょう。まずこちらのブレッシングオブラブ、こちらのオラクルカードからはコミュニケーションのカードが入っています。これはあなたの内面に対して出している1枚です。でまさしく内面っていうところに対してペンタクル3番が入ってるんです。あなたの中ではコミュニケーションだったり、お相手と話し合いとか、もっと建設的なことですね。未来に対してどう2人で進めていこうかとか、今の楽しい時間だけではなくて、じゃあこの先はっていうところに対して目を向けていくっていうことが、今あなたの中のお気持ちとして入っているんじゃないかなと思うんです。決してそれはネガティブな方向だけではなくて、ポジティブな意味でも入ってると思うんですよね。未来こうしていきたいなとか、はっきりとさせたいなとかね。あとはこのまま流れに身を任せていきたい、または隠していたことを伝えたいとか、話したいとか、秘めてきた思いとか、例えば相手に対して聞きたいこと、本音をもうちょっと聞き出したいなっていうことかもしれません。そこに対してね、焦点を当てていきたいっていうような、そういうお気持ちが出ているようにも感じます。そしてあなたがずっと長くお相手のことを思っていたからこそ、そろそろ例えば正式にお付き合いとか、そういうところとして形にしたいなとかね、ずっと思いを秘めてきたから告白したいとか、本当だったらこの楽しい時間を過ごして片思いの状態でも悪くはないんだけど、恋人関係になっていきたいとか、そういう何かしらの形っていうところを目指してるんじゃないかなっていうのが伝わってくるんですね。またこちらの、ラッキーフードの、カードがコーヒーっていうカードなんですが、こちらから、チャクラと5行のところをポイントにいただいています。まずこれは水色っていうのがスロートチャクラ、第5チャクラを表してるんですね。で第5チャクラっていうのはまさに会話とか喉元なので、会話ですねを表していたりとかする。あとはコミュニケーションですねも表しているところで、ここに関することで今あなたが取り組みたいとか、どうやっていこうかなって思っていることがここに表れているんじゃないかな。あとはヒントですね。そしてあとはですね、この5行説って言って、木火土金水って5つのエネルギーがあるんですけど、そこで今押さえておきたいポイントっていうのもあるので、こちらも合わせてお伝えしていきます。あなた自身が今抱えていることっていうのが繰り返しうまくいかないことが続いた場合、思った通りにいかないっていうのが何度も訪れた場合っていうのは、その原因を自分自身ではなくて自分の外側にその原因があるんじゃないかっていうふうに実は思っているところがあるんじゃないかなっていうことです。それはもしかするとあなたの中には依存する気持ちだったりとか、所有、独り占めしたいとか独占したいとか、もっとこうだったらいいのになっていうようなお気持ちが隠れているからかもしれません。それが決して悪いわけではないんですよ。その自分っていうところではなくて、自分の外側に何か原因があるんじゃないかっていうふうに感じてしまっている。そしてお相手の些細な行動に対しても本当は何か隠してるんじゃないのかなとか、表面上では優しく笑顔でいてくれるんだけど、本音っていうところでは何を考えているんだろうとか、もう少し聞きたい言葉があるなとか、そういうことを感じてるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。
あとはお相手が自分と一緒にいない時何してるんだろうとか、そこに今とらわれてしまっているようにも感じます。もしあなたが今何か考えていることや抱えていること何かあるとするんだったら、今あなた自身も気がついていないところ、深層心理の部分で実はそのうまくいってるように見えても、実はっていうところを見た時に本当はもうちょっと聞きたいことがあるとか、相手が何してるんだろうって実はね、一人になると考え込んでしまうようなところがあるのかもしれません。でもしそうだとしたら、あなた自身の心の余裕を奪ってしまうものになってしまうんですね。そうなってしまうと、お互いの関係性をより不安定なものにしてしまいやすくなってしまうんです。そしてあなたの中に相手の全てを知りたいとか、例えば今どこで何をしているとか、自分と一緒にいない時は何をしてるんだろうとか、そういうところに意識が向いてしまえばしまうほど、知らず知らずの間に自分自身が疲れてしまうことになってしまうんですね。でその感情っていうのを強く持ちすぎてしまう、こだわりすぎてしまうと、自分自身を大切にできなくなってしまうっていうふうにカードからのメッセージが入ってきてるんです。楽しい時間も過ごしながらも、実はっていうところで抑え込んでいる部分、そしてその抑え込んでるっていうのは伝えたいこととか告白したいっていうようなことかもしれないし、逆に聞き出したいとか、もう少し欲しいなと思ってることかもしれないし、それらのことに対してこれから近未来気持ちがふっと軽くなる時がやってくるので、だからどうかあまり一つのことに集中しすぎないでっていうふうに入ってきているんですね。例えばネガティブな思いを今あなたが感じていて、自分自身それを感じて分かっているのであれば、それを今荷物をね下ろして軽くした方が、お相手とより良い関係性を築きやすくなる。自分自身がまず疲れないっていうことで余裕を持ってお相手と過ごしていける。あまり些細なことにも気にしなくなっていくので、できればもし自分で今感じているものがあるのであれば、それを今パッと手放すようなことが必要かもしれません。っていうふうにメッセージが入ってきていますね。そして五行説っていうと、この色のついているところに注目しました今回。で、火と金のエネルギーが今うまくバランスが取れていないように感じました。で、火のエネルギーっていうのが不足していくと、喜びや情熱を感じにくくなっていき、不満や嫉妬に意識が向きがちになっていきます。あの人は今何やってるんだろう、自分といない時もしかしたらとか、そういうような思考に陥りやすくなる。そして金のエネルギーがバランスが整わないと、現実的な判断力が鈍っていく。で、お相手との関係性において現実的にはどうなんだろうとか、見えないものに対する不安が強くなっていく。例えばお相手は自分にとって本当に必要な存在なんだろうかとか、自分はお相手にとって必要なんだろうかとか、疑問が浮かびやすくなっていくんですね。そしてその考えをなかなか手放せない、そんな心の状態に陥ってしまう。で、そこから抜け出すためにも前向きな行動を起こしていく必要があるよっていうふうに出てきています。あとは第5チャクラですね。ここの部分が弱まると、自分の思いをうまく伝えることがしづらくなっていきます。そしてストレスが溜まりやすくなっていく。言いたいことが言えない、つまり喉に何かが突っかかっていて、そこから本当のことが言いづらいような状態ですね。そうなってしまうと自分自身を追い詰めやすくなってしまうので、循環が悪くなってしまう、滞ってしまうんですね。なのでなるべく滑らかにとか軽やかにとかっていうようなのを意識されますと、未来がもっと、明るく軽くなっていきますよっていうこと。そしてあなたが思っている以上にお相手はあなたと一緒にいることを楽しんでくださっているっていうことをね、忘れないでくださいっていうふうに入ってきています。もしかしたら相手を失いたくないっていう思いが今強くなっていて、何か言いたいこととか聞きたいことが聞けないとか、そういうような状態なのかもしれないですね。では次、お相手の方はどうなのかっていうことで、お相手の方にフォーカスを当ててみていきます。で、お相手は今このワンドの4番とカップの5番っていうカード2枚が出てきています。そしてあなたと一緒にいるとすごく楽しいしっていう風に入ってるんですね。一緒にいて和やかだなとか、落ち着くなとか、癒されるなっていう風に入ってきていて、お相手の本心っていうところがカップの5番なので、
一緒にいて楽しいんだけれども、自分の気持ちっていうところはまだ完全に満たされていないんだよっていうのが入ってるんですね。お互い求めているものっていうのはやはりコミュニケーションだったりとか、気持ちの通い合わせ、もう少し意思疎通させたいとか、自分の思いを伝えたいというか、そうですね、お相手の中でも例えば過去に自分の中でもう少しうまくやれたんじゃないかっていうような思いだったり葛藤っていうのが今現在あるみたいなんですよ。2人の関係性を見ているとソードの2番のカードなので、やっぱりどこか抑えて今の状態円滑に進めていこうっていうような意識が働いているようにも見えるんですね。決してそれはお相手が、後ずさりしてるわけではなくて、お相手もお相手なりにあなたと一緒にいると楽しいっていう気持ちを持ちながら、もう少しいい感じにしていきたいなっていうふうには思ってるんです。だけど今以上に踏み込んでいくと、今の関係性が崩れちゃうんじゃないかなとか、均衡が保てないんじゃないかなっていうふうに感じてること、そしてあなたと一緒にいる時間っていうのはそんなに多くないかもしれない。そこに対してもうちょっと時間取れたらいいのになっていうふうに思ってるようなお相手もいるかもしれませんね。何か2人の間にパブリックな関係性といいますか、2人だけの世界と2人のだけの世界じゃないような、もっと広いような世界っていうの同時に存在していて、2人きりになれるのはすごく嬉しいんだけど、そんなに多くないだったりとか、周りに気を使わなきゃいけないとか、そういうような周りの背景っていうのが今伝わってくるので、そのあたりのバランスっていうのが、どうかなっていうのがお相手の中の本心ですね。その大きな世界で見れば、あなたと一緒にいる時間だけじゃなくて、その周りの人のことを気にかけたりとか、あなたのことだけに集中できないような事情があったりとか、バランス見なきゃなっていうふうに思ってるような内面っていうのが出てくるので、そこに対してあなたが自分だけ見てていてほしいっていうのが本心です、本当はね。だったりとか、もっと一緒にいたいとか、コミュニケーション交わしてもっともっとっていうのが伝わってくるんですね。でもそれに対してお相手は別に嫌だっていうふうには思っていないんですよ。できる限り答えていきたいんだけど、やはりバランスは取っていかなきゃいけないよなっていう意識も働いているので、このあたりでね、やっぱりこのバランスどうしようかなっていうのが正直なお相手のお気持ち。ただあなたのお気持ちはすごく嬉しいから、これからやっぱり一緒に歩んでいくというか、仲良くなっていく、仲を深めていくとか、今の関係以上になっていくためにはじゃあどうすればいいのかなっていうのは、お互いこれから考えて、またさらに一歩踏み出すような近未来っていうのが出てきています。この近未来の流れっていうのが、お相手の動きなんですが、フールのカードが入ってるんですね。でそしてこれ当てはまる方いらっしゃるかもしれないです。お相手が移動するっていうのが伝わってくるんですね。今の場所から離れるだったりとか、例えば同じ車内にいるんだけどお相手だけ移動になっちゃうとか、2人の間がちょっとパブリックな場所が離れるっていうような感覚が今することがちょっとだけしました。なのでちょっと焦っていたりとか、お相手の中でどうしようかなっていうふうに思っているところもあるのかもしれない。だけどどうしようかなって思っていても移動っていう風になってしまうとか、仕事が絡んでくるとどうしても自分のこのプライベートな感情を押し出すわけにはいかないから、やはりその移動は移動っていうことで離れていかなきゃなっていう風に思っているのかもしれない。その離れるっていうのはお仕事面での新しいスタートっていう感じがするんです。あなたのところから離れるっていうことではないと思うんですね。あとは自分自身をもう少しリラックスさせたいっていう風な流れにお相手の方でなっていくと思うんですよ。なんかね、2つの面が見えるなっていうのを感じていて、パブリックな面のお相手とプライベートのお相手、それを両方知ってるあなたっていうような感じがするんです。2つのお相手の顔を知ってるあなたっていうイメージが入ってくるので、だからそのお相手のことも尊重しつつ、パブリックな面のお相手を尊重していきながらも、プライベートはプライベートでお二人の仲は育まれていくんじゃないかなって、今も育まれていると思いますけど、それが深まっていくような感じもするんですね。ただバランスだけは保っていくことが必要なんじゃないかっていうことは言われています。だし、あなたはお相手を十分に尊重するっていう意思はずっと持ち続けているので、お相手を大切にしながら、お相手と自分だけの時間も大切にする。それが今のお二人にとって
より良い未来を紡いでいくためのアドバイスカードとしても入っています。例えばお相手が今新しいこと始めようとしてるんだよねとか、距離があって遠距離でちょっとした時間しか会えないとか、そういう関係性の方だとしたら、お相手のことを応援しながらもおかえりとか、今会える時間すっごく楽しいから目いっぱい楽しもうとかっていうような流れになっていくんじゃないかなと思うんですね。はい、何かリフレッシュするとか、ちょっとほっと一息つくような時間っていうのを今楽しみたいなっていうのが入ってきますね。でもそれはお相手が逃げてるわけではなくて、未来ももちろん見ていきながらっていうのが入っていますから、それは見ていきましょう。そしてラッキーナンバーです。ラッキーナンバーは13です。13、こちらもぜひ捉えてください。あと受け取れるものがあると思うんですね。あなたが心から望んでいるものとか、今もうすでに表面上に現れているかもしれません。それがもっともっと反映していくとか豊かになっていくっていうのが出てきているので、例えばお相手と会える時間が増えるとか、連絡の頻度が増えるのかもしれません。それはお相手が心からリラックスできるとか、今お相手が落ち込んでいるようなことが軽減されるからだと思います。あとお相手の動きの補足としてこのカードが出ていることと、あとはグリーンフローライト、心の調和っていうカードも出ています。じゃあお相手と仲を深めていくためにはどうしていけばいいのっていうところでお伝えしていきます。どうアプローチしていけばいいんだろうって、まず単純なところ、そこで今迷っていることはありませんかっていうふうにカードからのメッセージが入っています。お相手の気持ちを尊重しながらも自分の気持ちを伝えていくこと、このバランスってやっぱり難しいよねっていうところで、どうしてもこのバランスっていうのが入ってきているんですね。あなた自身もそのあたりのこのさじ加減で今悩んでいる方もいるかもしれません。そしてまずお伝えしたいのが、自分自身を大切にすることです。お相手との関係性を築いていく中で、自分をあまり犠牲にしすぎないでください。長続きする信頼関係を築いていくのが難しくなってしまうからです。もっともっと長く仲良く仲を育んでいこうと思うのであれば、自分を大切に、もっともっと大切にしてください。お相手に合わせすぎてしまうことも時にはあるかもしれないんですが、無理してしまうとあなた自身が疲れてしまうので、そうなってしまうと自分が疲れちゃうと心開きづらいとか、何か言いづらい、我慢しちゃうとか、そうなればなるほどお相手もそれを感じ取ってしまって、お互いがギクシャクしてしまうようになってしまうので、まず自分の気持ちを緩めていくこと、そして自分自身を大切にして自分を信じていきましょうって、お相手を信じるのも大切だけど、まず自分だよっていう風にカードからのメッセージで入っています。素直な気持ちを表現する、お相手に伝えていくっていうのが難しいなっていう方は、まずは自分の素直な気持ちを自分の世界、自分の部屋の中とか自分の日記帳とかに書き留めてみるっていうことをまずやってみましょう。相手のいいところを具体的にお相手に褒める、伝えるっていうことでもいいです。好きですとかっていう気持ちじゃなくて、あなたのこういうところが素敵ですとか、あなたと一緒にいると楽しい気持ちになれますとか、そういうフランクなところから伝えていくっていうことでも OK です。その考え方が素敵だと思いますよとか、安心できますねとか、そういうことでいいと思いますね。そして自分から話しに行くだけではなくて、お相手の話を聞くっていうことも意識されてみてください。お相手のどんな言葉を言ってるんだろうとか、どういう内容なんだろうとか、それにはどんな気持ちが入ってるんだろう、込められてるんだろうっていうことで、耳を傾けること、時には質問してみたりとか深掘りしてみてることっていうのもおすすめです。あとはお相手のペースを大切にしていきながら、お互いゆっくりと育んでいくこと。2番さんは特にバランスっていうのが何枚かカードが入ってきていて、ちょっとね、パブリックな場面とかプライベートな場面だったりとか、本音と表向きのとか、そういう何かしらのこのバランスっていうのを感じたので、ここのさじ加減っていうのがキーワードで入ってくるかなと思ったんですね。もちろんここにも調和っていうカードが入っていたので、バランス見ながらやっていくことが大切だよっていうことと、やっぱりコミュニケーションっていうところで入ってるかなと思います。押さえておきたいポイントですね。そしてお相手、もしくはあなたが
こう長いことかけて頑張り続けていること、長いこと思い続けていますよっていうことかもしれないし、お相手もずっと長いこと何かに対して取り組んでいるとか、あとは私が感じるのはやはり距離が離れているとか少ししか会えないとか、そういうことを少し感じるので、お相手があなたのところへ会いに来るっていうようなパターンなんじゃないかなと思うんです。あなたが待っていて、例えば美味しい料理を作ったりとか、良い雰囲気になるようにって空気作りをしていたりとか、空間作りをしていたりとかして待っている側で、お相手がただいまとか会いに来たよっていう風に来るようなパターンなのかなっていう風に感じたんですね。このバランスかな、距離感だったりとか、それを大切にしていきながらもやっぱり自分のことも大切にしようねっていうようなメッセージが入っているように感じました。あとは注目ポイントの5行だったりとか、チャクラを高めていくためのポイントをお伝えしていきます。まずこの火のエネルギーを高めていくために活性化ですね。喜びを感じられる小さなアクションを起こすこと、例えばお気に入りの音楽を聴いたりだとか、映画を見たりとか、テレビね、動画を見たりとかして感情移入できるものを取り入れてみるとか、お友達とおしゃべりして笑顔を作るというか、笑顔になる、笑うような笑い話をするとか、そういうことを持つことによって感情を溢れ返らせるというか、元気にさせるっていうことがまずアクションの一つ。そして金のエネルギーを高めていくためには整理整頓ですよっていう風にメッセージが入っています。お部屋をきれいにしたりとか、スケジュール管理を見直すことによって気持ちがすっきりと整っていきます。あとは第5チャクラ、スロートチャクラの整え方としては、まずスロートチャクラっていうのは自己表現と深く結びついています。ゆっくりと深呼吸をしていきましょう。胸や喉のあたりをゆっくりと解放させるように呼吸をしてリラックスしてください。鏡を見ながら自分自身に大丈夫、私は私のままで大丈夫だよっていうふうに声をかけてみてください。これが具体的な活性化するためのアクションですね。好きなお相手との仲を深めていくためには自分自身の、ことを大切にすることがまず大切です。自分の価値を信じ、そして行動してみてください。あなたの素直な気持ちと優しい心がきっと素敵な未来へとつながっていきます。どうか今はあなた自身の心、元気になることとか優しくなれることだったり落ち着けること、あなたが今何に対して不足感を感じているのか、自分の心に対して、例えば今落ち込んでいるんですとか悲しんでいるんですっていう方だとしたら、それを取り除くためにはやはり喜びのエネルギーを取り入れるとか、または今自分がイライラしているんですっていう方はそれを鎮めるようなアクションが必要なので、心を調和させていくこと、自分の心を落ち着かせていくことをまずアクションとして取り入れてみてって。そしてコーヒーがラッキーフードなのでコーヒータイムを取ってみること。コーヒー苦手ですっていう方はコーヒータイムイコールリラックスできる時間なので、リラックスする時間を取ってみてっていう風に入ってきています。また選択肢からのメッセージもお伝えしていきます。そのお相手がその遠いところから戻ってくるとか、あなたに会いに来るっていう近未来っていうのが浮かんでくるので、そこに対しては期待してもいいんじゃないかなと思いました。停滞しているわけではないんですが、お相手の方から連絡くれるとか、それは普段からやられているようにも感じるので、そんなに音信不通っていう感じがしないんですが、でもね、その近未来お相手の方から何かしらのアクションが来るんじゃないかなとは思います。そのことによって気持ちがだいぶ軽くなるような気がしました。ではお選びいただいたカードです。こちらはアロアロというカードで、時間はすべてを癒します。思い切って涙を流して、そこに負の感情を涙に込めて流し切ってしまいましょうっていうメッセージです。時には自分に対して疑いや揺らぎを感じることがあるかもしれません。でもそんな時こそ焦らず、小さな約束を自分自身と交わしてみてください。それを一つずつ叶えていくことで、心から自分を信頼することができます。過去の失敗や苦しい経験、苦いことに心残ることがあったとしても、それを手放してもいいんです。完璧な人なんていないですし、誰にでも間違いはあるものです。未来はいつだって新しい可能性に満ちています。ここに
フールのカードも出ていましたね。未来に対して開放感を持って明るい未来を思い描きながら、まず一歩踏み出してみようとか、何かアクションに起こしてみよう、心軽くなるようなことをやってみようっていうことが出てきていました。そしてこのカードの絵柄なんですが、ピンクや緑で描かれていますね。これは実はハイビスカスが描かれているんですが、一日一日を大切にして自分の可能性を信じてみてください。ハイビスカスという花は希望と幸せを象徴しています。あなたに大丈夫だよと前向きなエネルギーを届けてくれています。どんなに心が揺らいだとしても、あなたの可能性は無限大だということを思い出してください。自分自身を大切にし、少しずつ前に進んでいきましょう。私なら大丈夫と思える瞬間がいつかこの先やってきます。その時、きっと明るい光と温かい感情があなたの心を満たしているはずです。あなたがあなたらしく自分を信じて歩んでいけますように応援しています。はい、今回は好きな人のお気持ちと、今あなたが抱えていることを深層心理っていうところにフォーカスを当てて、実はそういうところ眠っているんじゃないかっていうところを見ていきました。ラッキーカラーはグリーンで取っていってください。グリーンフローライト。はい。またはスロートチャクラっていうのは水色なので、水色を取り入れるのもラッキーカラーの一つですね。はい、ラッキーカラーとして取り入れてください。あと、お相手から近未来何かしら軽い動きっていうのがあったりとか、そんなに重くないと思います。軽くどっか遊びに行かないとか、会いたくなってきちゃったとか、そういうことがあると思うので、その時に嬉しいような出来事があるんじゃないかなと思いました。お二人の恋がうまくいきますように応援しています。今回は好きな人のお気持ちについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回はあの人のお気持ちということで、恋の近未来について見ていきます。よろしくお願いします。お二人の現在の関係性や、お互いが今内面でどんなことを思っているのか感じているのかっていうところにフォーカスを当てて、近未来お相手の動きどうなっていくのかなっていうところを見ていきます。はい、そしてアドバイスカード、ラッキーカラーやラッキーフードっていうのはこちらにすでに出しています。あとはタロットカードを使って展開していきます。ではタロットを展開していきましたので見ていきます。まずこちらの2枚があなたを表していて、こちら2枚がお相手を表しています。この真ん中に出ているカップの7番っていうのが今のお互いの関係性だったり、そうですね、どんなことで悩んでいたりとか、お二人の関係性がどういうふうに見えているのかなっていうところですね。そしてこちらソードの3番っていうのが今現在の課題点、ポイントを押さえておきたいところとして入っています。そしてこちらのチャリオットっていうのがお相手の近未来の動き流れです。アドバイスカードに強行のカードが入ってきています。そして先に今回はオラクルカードを展開して合わせながら見ていきます。まずはこちらに出しているブレッシングオブラブのオラクルカードバランスっていうのが今のあなたの内面、深層心理とかを補足するカードなんですね。あなたに対して今バランスだよっていう風に入っていること、それは自分自身、ご自身が悩んでいることとか、まだご自身が気づいていない部分のことなので、まずこのカップの7番が表している通り、お二人の間で今どうするっていうような関係性なのかな、悩みとかたくさん目の前にいろんなビジョンが浮かんでいて、どうしようかって、そしてあとお相手が動かないっていうような、そんな風にあなたから見えているんじゃないかなっていう風に感じたんですね。それをすごく感じるんですよ。
で決してお相手は優柔不断とかではないんですよ。どちらかというと意固地になって動かないとか、決めたことに関してはガンと貫きますよとか、そういうふうに意志の強い方っていうふうに見えるんですね。悩んでて動けないではないと思います、この人の特徴としては。でそこに対してあなたが、どう進めていこうかなとかですね。あとはご自身の中で今ここにデスのカードが入ってるので、切り替わりのタイミングだよっていう風に入ってるんです。ご自身の中でそれを意識されてるんじゃないかなって思うんです。何かはっきりさせたいなとか、関係性をガラッと変えたいとか、迷っている中から抜けていきたいっていう風に思ってるから、お相手のことを待つというよりは自分から動いた方がいいんじゃないっていう風に考えているようにも今ね感じたんですね。ですがそのお相手のこの近未来の動きっていうのがチャリオットなので、お相手の方から全く動かないのかって言ったら、いやそうじゃないんだよっていう風に入ってるんです。お相手の方からも動いていくし、じゃあこれから先どっちが動く動かないとか、そういうところじゃないところに実は、乗り越えるべき課題といいますかポイントがあるんじゃないかなっていうふうに出てきているんですね。お相手至って冷静かつちょっとこの人、こじらせたら動かなくなるかもしれない、沈黙を貫くとか、怒ったら沈黙になるタイプだったりとか、あとはですね、自分が納得しなければ動かないとか、結構守りガードの固い方だなっていう風に感じました。または大切なものを守るためにだったら動くよとか、守りのために動くような方な気がするんです。守るから動かないんじゃなくて、守るために動くとか、大切なものを持って動いていくっていうような方だと思うんですね。勇気とか行動力はある方です。なので優柔不断で動けないとかそういう感じではないですね。でそしてじゃあそのお相手に対してどう仲を深めていこうかとか、今の関係性どう改善していこうとか良くしていこうかっていうところでお話を進めていこうと思います。まずラッキーナンバーっていうのが10です。10っていうのがナンバーなので、10日後とか10のつく日とか、そうですね、そういうのを10時とかそういうのを目安にしてください。でラッキーフードはティーなのでお茶です。お茶全般的なものを表していますから、紅茶だったり、あとは麦茶とかご自身がいつも飲んでいるもので構いません。あとは意識して取り入れてもいいんですね。チャイだったりとか、あと小豆茶だったりとかごぼう茶とかね、ご自身が今飲んでみたいなっていう風なお茶を取り入れることがまずラッキーフードですねとして入っています。そしてここに水色で線が入っています。これは第5チャクラ、喉元のチャクラを表しています。ここが今バランスが取れていないんじゃないかっていうサインであるっていうことと、あとここに少し小さくて見えづらいんですが5行節がここに入っています。ここからもメッセージをもらっていきながらバランスをうまく整えてより良い未来をつかみ取っていくためのメッセージをもらっていこうと思います。そしてあとこちらの2枚については後からアドバイスカードでもらっていきます。お相手が納得すれば、順調に進んでいくんだけれどもっていうところで悩まれているように感じますね。あとはどうやってこの人を納得させようかなとか、何か自分が変わっていかなきゃいけないなとか、あと今のこの場所じゃ満足いかないから早く先に行きたいなとか、未来っていうことに大きく意識を向いているように私は感じました。あなたの方がより先へとかより未来へとかそういうことを意識されているように感じます。そしてご自身の中で一つ何か区切りがついたようなことがあるんじゃないかと思うんです。それはお相手との関係性において悩みから吹っ切れましたよっていう方もいるでしょうし、あと物事が一段落してやっとゆっくり未来のことに対して展望を持てるようになりましたとか、そういう方もいらっしゃると思います。もやがかかっているものから抜けたんですよっていうようなのが今現在のあなたの状態。そしてお相手はガンとして動かないような感じだから、こうと決めたらこうなんですっていうスタイルの方なんじゃないかなと思ったんですよね。ある意味凛々しくてたくましい方だし、一方で言ってしまえば決めたから動くって言ったら
バツンと動くし、動かないって決めたら動かないしっていう風に、結構0100みたいな方ではっきりしてる方なんじゃないかなっていう風に思いました。そしてあなたが今ご自身の中で、深層心理といいますか、心の奥底に潜んでいることについてお伝えしていきます。今いくつかポイントを挙げていきますので、どれかにピンとくる方いらっしゃるかもしれません。まず一つ目は、小さなことにも過敏になりすぎている、敏感になりすぎてしまっているということ。お相手の些細な行動や言動、言葉ですねに過剰に反応してしまっていて、もしかしてこの人ってこうなんじゃないかな、ああなんじゃないかなっていう風に感じてしまっているということ。この人が動かないのは実はこうだからじゃないかとか、この人がこう言ってるのはこうだからじゃないかとか、その奥底まで見ようとしてしまっているようなところが、もしかしたら過剰にね、過敏に反応してしまっているような自分がいるのかもしれないっていうことと、もう一つは失うことへの恐れっていうのが今心の中に実はあると。未来を見ているはずなんだけれど、本当にこれで良かったんだろうかとか、あとはこの人を失ったらどうしようっていうふうに思うところが実はあるんじゃないか。だから手放したくないっていうような思いが自分の中に芽生えているんじゃないかっていうところと、あと自分らしさってなんだろうっていうところ、この3点ですね。例えばお相手に好かれるために無理して自分を作っていたりとか、もうそこからやめたとか、もう何か距離感を測ったりとか、無理に何かかたどろうとするのやめたっていうのを感じたんですね。今言った3点のどれかにピンとくる方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんです。無理してバランス取ったりとかすることをやめて、ありのままの自分らしく振る舞っていこうとか、抑えていたんだけどアプローチ自分からしていこうとか、お相手から待っていても向こうが来ないし、自分から言った方がはっきりするんじゃないかなとか、もう自分の中ではっきりとさせたいっていうようなお気持ちが強く出ているように感じるんですね。ただその恐れとしてはやっぱり傷つきたくないっていうのがあって、傷つきたくないし傷つけたくもないっていうところで、やっぱりお互いの本当の心の奥底っていうのは繊細な気持ちをお互い持っているので、そこをいかに優しく包み込んでいきながらアタックしていくのかとか、そういうところなんじゃないかなと思うんですね。お相手もそうですね、0100っていう風にはっきりした人っていう風にお伝えしたんですけど、やっぱり守りたいものがあるから慎重になるし、守りが固い、ガードが固いんですよね。それはその自分の心を見せる、本音を見せるのが不器用で見せづらい方なんじゃないかなって思ったんです。割とストレートに物を言うがあまりに人を傷つけてしまったような経験があるとか、誤解をされてしまったようなこともあるのかもしれないし、この方がもともと繊細な方で自分の心を、守りたいがためにあまり恋愛には踏み込みたくないとか、自分の中の決まりルールからはみ出たくないっていうようなところを持っているような方なのかもしれない。だからお互いが優しく包み込んでいくように歩み寄っていきたいっていうところなんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。大丈夫、リラックスしてって。あとその近未来のお相手の動きとしては、向かっていくんだよっていう戦車、大事なものを守りながらこの方は動いていくと思うんですね。または自分のハートの部分、繊細な部分を、うまく包み込んでいきながら、今以上にもっと器用にね動いていけるようになるよっていう風に出てきているので、この方からのアプローチとか動きっていうのはあります。それを見てあなたがじゃあこれからどうしようかなっていう風に考えてもいいですし、あなたがちょっとアクション加えるだけでお相手が動きやすくなるのかもしれませんから、そうですね、この近い未来っていうのも楽しい時間持てるよっていう風に出てきてるので、ぜひこの楽しい時間楽しんでねっていうメッセージが入ってきてるんですよね。美しいものを見て美しいねって言ったり、素敵な音楽を聴いて素敵だねって言い合ったりとか、心を通い合わせること、肌が触れ合って温かいぬくもりだなっていう風に感じ合える、そういう素敵な時間が近々訪れるし、お相手からの動きっていうのもあるので、そこでお互いの気持ちを癒し合うこと、癒しっていうのは傷があるのが全てではなくて、何にもないけど楽しいねとか、それだけでも心がすごく温かくなるじゃないですか。好きな人と一緒の時間を過ごして楽しかった、いい時間だったなって思うことってすごく最高じゃないですか。それを
感じ合える時間がもう間もなくやってくるから、ぜひその時にあなたがね、今新しい未来とか、やっと今自分が抜け出したんだっていうような状態だから、そこにこう拍車がかかるかのように嬉しいことが訪れるから、そうなったらこうお相手との理解度が深まっていったりとか、距離もぐっと縮まるような感じになっていくと思いますので、ぜひありのままのご自身でいてください。無理してねこう作らなくてもいいですよっていうメッセージが入ってきています。無理しないでねっていうことですね。こうありのままでいいと、例えばお相手とデートするってなった時も、ひょんなきっかけでデートになるとか、思ってもみなかったタイミングでお相手から声がかかってくるような感じがするので、その時にこうかしこまって、やばいってサロンに行ってないぞとか、新しいお洋服新調しなくっちゃとか、そこまでこう考えすぎなくてもいいよって、もうちょっとフランクにもう大丈夫だよっていう風に会って楽しい時間過ごしてもいいし、いや私は絶対こう綺麗に新しいお洋服を新調していきたいんだっていう風に方は、そこにこだわっていっても全然いい。それがだってありのままのあなたですからね。あれこれ固く考えすぎずに、自分の思うように進んでみてっていうようなメッセージが入ってる。こうしなきゃいけないとか、いやこうじゃなきゃいけないのかなとか、いや相手はこうだからとかではなくて、自分がどうしたいのかっていうのを優先的に考えてもいいよっていうふうに、周りのことを気にしすぎることなくね、自分の信じる道を、自分の思ったことを衝動的でもいいよって、お相手から声かかったらもう衝動的に乗っちゃってもいいよっていうふうに入ってきています。それが逆に楽しい時間につながっていくっていうメッセージですね。あとはこちらの、カードからその弱まっているところですね、スロートチャクラと、あとこの5行のところから、今のご自身に何のバランスが崩れていてどうすればいいのかっていうメッセージもいただいていきましょう。まずスロートチャクラがバランスが崩れていくと、素直な気持ちを言葉にすることが難しくなっていきます。言いたいことを伝えられない、ストレスがたまる、結果的に不満な状況になるというようなことが起こりやすくなっていきますので、じゃあどうすればいいのかっていうところになりますと、まず喉元に注目してください。喉っていうのはコミュニケーション、言葉に関わってくることなので、自分の気持ちを簡単にもっと今以上に伝えやすくしていくためには、発声をしてみましょう。カラオケに行って歌を歌ってみたりとか、人とお話をして自分の声を実際に話してみたりとか、あとは例えばスマホとかで自分の会話を録音してみるとか、独り言のようにブツブツ言うのがちょっとあれかもしれないんですが、でも意外とそれやってみると、声に乗せて実際に声で表現してみる、思っていることを口に出してみると、独り言でも割とすっきりしたりとかするので、それをぜひやってみてください。発声することです。あとはラッキーカラーがこのスロートチャクラの色、水色、青色なので、このカラーを取り入れてみてもいいと思います。あとは青空ですねを眺めることもリラックスにつながっていきます。あとはこの5行のところで注目したエネルギーっていうのが水のエネルギーだと思います。で、水のエネルギーっていうのは静けさとか柔軟性とか内面、内向きの力を表しています。どうやったらこの水のバランスを整えていけるのかって言ったら、リラックスしましょう。瞑想とか静かな場所でゆっくりと過ごしましょう。あと水のエネルギーのバランスを整えるということで、水を使った浄化だったりとか、あとは手洗いすること、身を清めることだったりとか、水を飲むことですね。水に関わるようなことで浄化の、エクササイズをしてみてください。またブルーの色を取り入れるっていうことですね。やっぱりあとは水の音を聞く、音楽、音として水の音を取り入れてリラックスするとかっていうこともおすすめです。中には怒りが溜まっているとか不満が溜まっているっていう方もいらっしゃるかもしれないので、そういう方はやっぱり飲み物飲んでゆっくりと落ち着いてねとか、半身浴してゆっくりした時間過ごしてねと、怒りのエネルギーを鎮める力っていうのを水のエネルギーは持っているので、怒りを鎮めるとか、あと自分が不安とかですね、それを鎮めるっていうような、その鎮めるっていうのに意識を向けて何ができるかなっていうふうに考えてみると、おのずとこれしてみようっていうふうに思えることがあるかもしれません。そしてこちらのリチウムクォーツ、ありのままでっていうカードも入っています。ありのままでいいんですよとか、
そうですね。あとお相手のことに関してもそうだと思います。これからの未来ね、明るい未来が待っていて、そしてそのお相手は何を必要としてるんだろうかとか、何を大切にしているからこの人はこういう行動をしてるんだろうかっていうのがもう少し分かりやすく見えてくると思うんですね。その時にそのままを受け入れるとか、その時感じた自分がいいっていうふうに思えるような未来が待ってるんですよ。なのでぜひその明るい未来っていうのを信じてみてください。ひょんなタイミングからやってくるっていうのがメッセージとして入ってきています。お相手とのつながりをもっともっと深めていくために、日々お相手にあなたのお気持ちを伝えていったり、好きだっていうことではなくて、私はこう思ってるんですよって、つまりコミュニケーションですね。いかがですかとか、今日はどうですかとか、会話を増やしてみたりとか、お相手に感謝の気持ちを伝えることとか、これをしてくれてありがとうございますとか、そういうことですねを伝えていくことっていうのが重要になってきます。そして自分の気持ちを恥ずかしがらずに伝えていくということ、そのありがとうございますっていうだけでもその勇気がいることだったりもするじゃないですか。なんてことないことなのに、これこれしてくれてありがとうございますとかって、ってそんなことでありがとうって言ってもらっていいのっていうようなことかもしれないんだけど、思い切って勇気を出して小さなことでもありがとうございますとか、なんかおはようって言ってもらってちょっと嬉しかったなとか、そういうふうに気楽にふらっと言うと、お相手の方にもふわっとした明るい気持ちが届いていくと思います。ぜひそのコミュニケーションというところであなたの声を届けるようなことをしてみてください。なかなか声を届けるのが難しい、今はね恥ずかしいなっていう方は、まず練習として家でその声を出す発声練習をして整えてみるっていうことがおすすめです。ぜひ取り入れてみてください。水のエネルギー、柔軟性っていうのがあるので、ストレッチすることっていうのもおすすめだと思います。あなたの心にはすでにつながる力っていうのが備わっているんです。あとはその力を信じて動いていくだけです。お相手を理解して焦らず一歩ずつご自身を大切にしていきながら進んでいかれるといいと思います。あとはお選びいただいたオラクルカード、こちらからもメッセージをもらっていきましょう。こちらはオレ、ウア、オレ、ア、ヌエヌエっていうね、ハワイ語のカードなんですが、理想を描き続けましょう、愛を持って今を生きてくださいっていうメッセージなんです。はい。このお相手との動きの補足のカードにもつながり、コネクションっていうカードが入っていますから、お相手とのつながりを大切にしてください。今その関係性は動いている、進んでいるし、もっと深く結ばれていくんだっていうことを信じてくださいって出てきています。どんなに迷うことがあっても、あなたが選び続けた先には幸せな未来が待っています。人生は選択の連続なんですが、その一つ一つがあなたらしさを作り出してきたんです。たとえ自分自身を見失う時があったとしても、あなたの中にある本質はいつもあなたの中にあり、今この瞬間も進化し続けています。はい、これではカードからのメッセージですね。過去あなたが選んできた道も、そして今選ぼうとしていることも、すべてが未来のあなたを輝かせるための力になっています。雨が降らなければ虹も出ないという言葉のように、時には困難や迷いも希望を見出すための一部なのです。こちらのカードの絵柄、サンセットの絵柄なんですが、この一日一日を大切に、そして愛を持って生きていきましょう。ハワイのサンセットを思い浮かべてみてください。優雅な時間でゆっくりと日が沈んでいきます。今できることを今自分の持っている力で進めていってみてください。本来の幸せは今あなたが選んできた積み重ねの中にあります。どんな選択をしたとしても、あなた自身を大切にすることを忘れずにいてください。あなたがあなたらしく希望に満ちた未来へ歩んでいけますように応援していますというカードからのメッセージです。はい。疲れてしまったとか、過去を選んできたことに対して悲しい思いをしたとか、だからこそ明るい未来にしていくんだっていう気持ちが高まっているのかもしれません。大丈夫、明るい未来とかつながりっていうカードが出てきているので、お相手と一緒にいられる時間だったり、嬉しいこと、お相手からの働きかけっていうのがあると思います。あなたのこの純粋な気持ちにお相手が惹かれているっていうことはもう出てきていますので、あとはそのお相手と自分自身の気持ち、包み込んでいく優しさとかね、雨が降って虹が出るのと同じように、雨も大事なんだよっていうことを伝えてきてくれています。これらのこの
メッセージをまとめると、やはりこの水っていうワードが出てきますね。雨もこの水っていうのも飲み物とかっていうのもね。なので水が今ポイントとして入ってくるかもしれません。飲み物かもしれないし、手を洗うとか入浴するとか水に触れるとか音を聞くとかかもしれません。海辺とかねかもしれません。その水っていうのを3番さんワードとして捉えてください。今回は好きな人のお気持ちシリーズとして見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。好きなお相手、あの人のお気持ちシリーズとしてリーディングをさせていただきました。そして私のお話になってしまうんですが、1ヶ月ほど動画投稿をお休みさせていただきまして、復帰第1弾目の動画となります。ずっと待ってくださった方々、そしてメッセージを送ってくださった方々、本当にありがとうございます。ちょっとプライベートなことで動画を撮影するのが少し難しいようなスケジュールになっていまして、それで1ヶ月ほど時間が空いてしまったんですが、今度からはまたいつも通り動画を投稿していきますので、どうかまた次回の動画も楽しみにさせてください。よろしくお願いします。はい、お待たせいたしました。ということで、体調面とか全く問題なく、ただ1ヶ月自分自身の中でちょっとバタバタしていたっていうことで、動画投稿お知らせしていた通り頻度が落ちてしまったんですが、復活しましたということで、今1枚足して、その1枚に対してテーマトークしていこうかなと思います。はい、では1枚見ていきましょう。ワンドの8ですね。急展開を表しているカードですね。どうでしょう、皆様最近急激に自分の身の回りのことだったり、または考えかもしれないですね、急激にガラッと変わったようなことを経験されたでしょうか。私のことに置き換えてお話ししますと、自分自身がこのお休みをしていた1ヶ月間、何か急激に変わったことあるのかっていう風になった場合ですね、このテーマの場合は、どうでしょう、予定外のことは、正直言うとなかったです。もう本当に計画通りに、予定外のことといったら、お休みをいただく直前ぐらいに、体調を崩したっていうことがあったぐらいで、風邪をひいてしまったっていうのがあったんですが、それ以外はそうですね、最初はその体調を回復させた後っていうのが取り戻さなきゃって、本当は体調風邪ひかなければ1本ぐらい多く出せたのになとか、あと1ヶ月まるまるお休みしなくても、例えば月に2本ぐらいは動画出せたんじゃないかなっていう予定ではいたんですけど、その体調を崩してしまったので、まるまる1ヶ月何もできなかったっていうのがあったけれども、その2月入ってすぐっていうのがもう風邪から復帰しているような状態だったので、もうここからはもう集中して、今そのお休みするならそれでガツンとお休みして、その間自分が今やらなければいけないことに集中しようっていう風に気持ちが切り替わっていたので、すごく不安な気持ちだったりとか、自分のチャンネルに対して待ってくださっている皆様とか、メッセージくださっている皆様とかには本当にありがたいとか、同時に申し訳ないとか、待たせてしまって申し訳ないという気持ちも同時にありながらも、でも今自分はこの目標に向かって今やらなければいけないんだっていうことに対して一生懸命取り組んでいた1ヶ月間でした。なので割と自分の心の中ではもう決まっていたことに対して進んでいくだけっていうことで、もうシンプルにあとはもう体調整えるだけなんだっていうことで、1ヶ月間体調崩すことなく目標にもう向けて、もう全てのスケジュールを全部もう後に回して、例えばその誰かと遊ぶ約束とか、例えばですね、どこどこに行かなければいけないとか、例えば病院通院しなければいけないとか、そういう予定も全てもう来月だって3月にドーンってあとは2月の末ドーンっていう風に動かしたので、
多分これからが忙しいんじゃないかなって思っています。バタバタとするかなっていう感じはするんですが、まず一山乗り越えたぞっていうことで、今自分がやらなければいけなかったこと、プライベートのことで、一山乗り越えたぞっていうことで、今はもうすごく落ち着いていて、多分これから先先延ばしにしていた予定、もう2月にやんなきゃいけなかったことを3月にやるぞって決めていたことが、これから次々と訪れていくような、今の私の身の回りはそういう感じなのかなと思っています。あとは急展開で嬉しいことがもしあるとするんだったら嬉しいなっていう気持ちではいるんですけど、余裕を持って1ヶ月間目標に向かって一生懸命勉強できたので、思ったよりも予定よりもほんのわずかなんですけれども、3日4日ぐらい予定よりも早く物事が落ち着いて撮影もすることができました。予定よりも早く撮影することができました。リーディング再開することができましたので、その点に関してはすごく良かったなと思ったことと、もうちょっと頑張れば3日4日よりももっと早く1週間ぐらい早く再開できたかもしれなかったなっていうことは正直あったんですけど、いろいろと話しましたが、急展開っていう今回のお題に対しては、自分の1ヶ月を振り返ると予定通りだったかなっていうことですね。皆様はこの1ヶ月間何か目まぐるしく環境が変わったとか、自分の中で決意したこと、気持ちがガラッと変わったとか、そういうことがもしあったらぜひコメントにお寄せください。ワンドの8っていうのは思ってもみなかったような展開とかを表すので、自分で意図していなかったことなのでね、計画通りとかではなくて、計画していたこと以上に多くのことがやってくるとか、思ってもみなかったところから情報が出てくるとか、そういうことも表しているので、どうでしょう、そういうことありましたか？環境的に自分は安定してるんだけど、環境がいろいろぐるぐるしていたんだとか、人の出入りが激しかったんだとか、そういう方もいたかもしれないですね。はい、どうだったでしょうか。はい、そしてあとはご挨拶が遅れてしまいました。2月2日、そう私も投稿しようかどうかすごく悩んだんですが、あえてしなかったんです。改めてこの場でお伝えしようと思っていましたので、2月2日にチャンネルが、2周年を迎えまして、3年目に突入いたしました。これもいつも応援してくださっている皆様のおかげです。本当にありがとうございます。まだまだ伝える力とか、お話しする力、まとめる力っていうのも足りないところたくさんあるんですが、これからも、もっと分かりやすいようにお届けできるように頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、2周年に伴っていくつか、お知らせがあります。まず1つ目です。1つ目は2周年記念ライブっていうのを行いたいなと思っています。少し遅れてしまったんですが、2周年ライブ配信ということで、また以前も行ったんですが、期間限定公開のライブ配信っていうことで、皆様のお悩みに対して短いリーディングになってはしまうんですが、シンプルなリーディングになってしまうんですが、お答えしていく、リーディングしていく、占っていきますよっていうようなライブ配信をしていこうと思います。詳しくは、後日コミュニティ欄にてどういうふうにライブ配信していくのかっていう、どんなふうに募集を受け付けるのかっていうことを行いますので、ぜひそちらのコミュニティ欄をご覧になってください。で、1周年の時は、無料個人鑑定プレゼントっていう企画をさせていただいたんですが、2周年の時は皆様からの、お悩み相談、占いっていうことで、どんなことを占ってほしいのかっていうのを受け付けて、それに対してパッパパッパと短い感じになってしまうんですが、占っていくっていうようなライブ配信を行います。日程、時間、詳しいことっていうのは後日のコミュニティをお待ちください。はい、そしてあとはお知らせ2つ目です。個人鑑定についてです。個人鑑定いつもお申し込みくださって本当にありがとうございます。2周年のこの境を、機に個人鑑定も見直しをかけました。で、今までだったら随時受付を行っていたんですが、
私のそのプライベートのこととかもありまして、なかなか全てをお受けすることが難しいような状態が結構続いていたんですね。満席の状態になってしまうこととかも多かったので、その1ヶ月に一度の受付にしようっていう風に少しやってみたいなと思います。それでまた様子を見てまた変更になるかもしれないんですが、大きく変わることと言いましては、随時募集していたものが月に1回の受付で毎月何名様っていう風に枠を取らせていただきます。無制限ではないっていうことですね。でもしかしたらこれから先また前の形に戻るかもしれないんですが、今一旦これでやらせていただこうと思っています。その方が多分皆様も分かりやすいんじゃないかなっていうことで、募集させていただく期間なんですが、こちらも詳しくはコミュニティ欄にてしっかりと正式にお知らせさせていただこうと思っています。月に1回約1週間ほどの間受付させていただいて、でその間でお申し込みいただいた方はその1ヶ月かけてお返ししていく、鑑定先着順に鑑定していくっていう形です。はい、ですのでその応募期間の間だけ受け付けますっていう形になっていきます。であともう一つ3つ目のお知らせとしては、メンバーシップ今開設して1年以上経っているんですが、メンバー様いつもありがとうございます。なんですが、メンバーシップ内の内容を少し変更していこうかなと思います。ここに対してのまた違うアプローチをしていこうと思っていますので、ぜひメンバーシップもご覧になってみてください。はい、具体的にどういうこと変わっていくのかって言ったら、西洋占星術を取り入れていったメンバーシップをやっていこうかなと思っているんですね。以上の3点だと思います。その他にもお知らせ事項がありましたら、また詳しくコミュニティ欄にてお知らせしていこうと思います。はい、ということで今回はこのプチサンタク占いとかではなくて、アフタートークは私のお知らせとかになってしまったんですが、いろいろとバーッと話してしまったので、正式なお知らせも改めて文章にしてお知らせさせていただきます。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。